ミーモードで撮ってます。ミーモードで撮ってます。見えない棒でミーモードです。いきます。皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はスキー場に来てます。インスタ360と GoPro のカメラの比較をしていきたいと思います。スキーよりはカメラに注目です。で、今回インスタ360と GoPro360 度カメラと一人称の通常のカメラ全然違うのですが、今回は一人称のビューとあと三人称360カメラならではのビューを比較していきたいと思います。もうどんどん動画で比較していくので、ぜひ最後まで見てください。それでは本日もお楽しみください。どうぞ行ってみよう。ピュッ。こちら360の方360度モードで撮ります。でこちら GoPro の方は通常通り 4K で撮ります。で画角は広角で撮ります。で一人称モードで撮るので、この胸のマウントに両方ともくっつけてしまいます。それではいきます。 OK。それでは続いて360の方、こちら片面レンズ、片面の撮影で GoPro でこういう風にマウントしてやっていきます。よし、これもアクションカメラモードなんで、どういう結果になるか楽しみです。行ってみよう。それでは続いてこのスキーセットについてくる長い棒、ヘルメットの上の長い棒で360度モードで滑っていきたいと思います。結構目立ちます。頭ちょっと振られます。行ってきます。それではこのバックパックマウントを使ってちょっと角度つけて、後ろ目にしてます。でここから、360度モード降りていきます。行ってみます。
はい、それでは次、こちらインスタ360のこの見えない自撮り棒で360度モードで前に置いて自撮りしていきます。360モードいきます。これちょっとストックが持てなくなるのでストックなしで滑ります。よいしょ。ミーモードで撮ってます。ミーモードで撮ってます。見えない棒でミーモードです。いきます。それではこの360と GoPro で後ろから追っかけて撮影して比較してみたいと思います。360の方は360度モードです。よし行ってみよう。 GO！今回の動画いかがだったでしょうか。最後に便利な利用方法を少し紹介したいと思います。今映っているようにバックパックに見えない棒をそのまま挿して撮影するというのが非常に便利でした。このように後ろに滑っている人もそのまま撮影できていますし、前方の画像動画もそのまま使うことができます。そしてこの棒の長さを調整することによってリフトもそのまま乗ることが可能です。ここで問題になるのが動画の開始停止、録画のストップ停止ですが、こちらも音声入力に対応しているので英語、中国語になりますが、英語でこの操作が可能です。ストップレコーディング、スタートレコーディング、こちら日本人の発音でも全然ちゃんと反応したので、このバックパックにカメラを挿して撮りたい時に音声のコマンドを入れて録画の開始停止を制御する、これ非常に便利だったので今回多く使いました。今回360度カメラは初めて利用するのですが、この撮った後の編集がやはり面白いなと思いました。少し調べただけでもたくさんの方法やテクニックなどがあるので、ここら辺も本当にこの360度カメラならではのことがたくさんあるなと思っています。このインスタ 360X3 のレビュー動画、あともう1本出す予定です。家族や友達でスキー場に行くことが多いと思います。このように一緒に行った人を撮るっていう追い撮りの方法を詳しく紹介し、そして編集も簡単にできるので、この追い撮りをしてそこから編集するっていうワークフローを簡単に紹介したレビュー動画を投稿する予定なので、ぜひそちらの方もチェックしてください。はい、そろそろ今回の動画終わろうと思います。少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、こ
この動画に高評価、そしてまた見てみたいなと思う方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは本日もご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。